はい、皆さん、こんにちは。僕、あまりすることないんですけど、っていうか、今回が初めてだったんですけど、スピードワゴン小沢さんのチャンネルに出演して、都市伝説語ってきたので、気になる方、チェックしてみてください。今回のテーマは、あまりに非現実的すぎて、そこまで深く考えたことがない人が多いかと思います。昔から存在する宇宙人のアブダクション事件。宇宙人に誘拐されたって証言する人々、昔からある一定数はいますよね。ただ、幽霊見たとかよりかは、ちょっと信憑性があまりに低いから聞く耳持たないことがほとんどですが、中には嘘ついてるでしょう、いや気のせいでしょうっていう言葉では片付けられない奇妙な事件も存在しています。1975年アメリカアリゾナ州で森林作業員の失踪事件が発生しました。当時22歳だったトラビスは森の手入れをする森林作業員として他6名のチームとして働いていました。事件当日、この日は一日中作業しなければならない大仕事で、チーム全体は力を入れて覚悟していたんですね。で、ようやっと夜遅くに作業が終わり、みんなでマイクロジャーのトラックに乗って帰宅することにしました。帰宅途中、不思議なことが起こるんです。いつも通りの道を帰っていると、森の方から強い光が見えたんですね。最初は月かなーって7人は思っていたんですけど、いや待てよ。月は反対の方向に見えるので、どうやら月ではないと。もちろん太陽もこの時間には沈んでいるし、高さ的に森の中を探索しているサーチライトにも見えないし、なんやらようわからん光と遭遇したんです。まあ普通ならここで、まあいっか、帰るかってなるんですけど、ホラー映画展開でこの7人はその光の正体が気になって近づいてみることにしたんです。森の中をくぐり抜けて光のところまでたどり着いたんですけど、その光景を見た一同は唖然としました。後に全員個別の部屋で嘘発見器を受けるんですけど、見事みんな合格し、この光の説明は全員一致していたんです。どうやらその光の正体は円盤型の物体で、飛んでいるわけでもなく、ただ地面から浮いてホバーリングしている感じで、光のパネルみたいなものがたくさんついていたそうなんですね。それを見た一同は唖然したんですけど、なんとトラビスは一目散にその UFO に駆け寄ったんです。この時トラビスはこんな貴重な体験一生に一度もすることないだろうと思っていたそうです。他6人は、おいトラビスやめろよ、戻ってこいって止めていたそうなんですけど、本人の耳には届かず、円盤の真下まで行ったところで、なんと円盤から強い光のビームがトラビスに直撃して、彼は数メートル吹き飛ばされてしまいました。それを見た6人はトラビスが死んだと思ってそこから逃げ出してしまったんですね。ただよく考えてみると、トラビスを野放しにするのはやばいと思い現場に戻ったんですが、なんとそこにはトラビスも円盤も姿を消していました。冷静に考えたら今起きたことをぶっ飛びすぎて、警察に話してもこの6人が殺人とか何かの罪で疑われることが当たり前じゃないですか。ただ現実にトラビスはいなくなってしまったので、疑われることを覚悟に警察に通報し現場を調査したんですけど、トラビスと UFO の痕跡は全く見つからなかったんです。その後当然6人は疑われて UFO にさらわれたというカバーアップストーリーでトラビスを殺害したんじゃないかと。ただ唯一リアルだったのが、6人全員がめちゃくちゃ怯えていた様子だったらしいんですね。ただなんと6日後に公衆電話からトラビス自身から助けてくれという報告が入り、彼は無事生還したんです。消えていた間、トラビスの身には何が起こっていたのか。 UFO からの光線を食らった後、目を覚ましたら病室のようなところで横たわっていたそうです。そこには3体の人型の生物が立っていました。その生物が覗き込んだことにビビったトラビスはパニックになって、その瞬間胸元にあった箱みたいなものが床に落ちたそうです。その生物の見た目は灰色のマシュマロみたいな頭で、目が大きく、口と鼻は小さく、背は130センチほどぐらいと低かったそうです。トラビスは怯えてその現場から逃げ出そうとし、廊下に出たら椅子が1脚だけある部屋があって、その中に入ったらなんと金魚鉢を逆さにしたようなものを頭にかぶった普通の人間が出てきたそうです。その方に腕を引っ張られて連れて行かれると、そこには地上で見た UFO がずらりと並べられていて、窓からは無数の星が見えたことから大きい宇宙船の中だと気づきました。そしたらまた別室に連れて行かれて、ベッドに横たわって酸素マスクのようなものを顔にかぶされたら、次の瞬間トラビスは路上の上に横たわっていました。目の前には UFO が飛んでいくのが見え、一瞬にして姿を消したそうです。トラビスはそのまま近くのガソリンスタンドにたどり着き、家族に連絡を入れ無事生還するんですけど、トラビスはほんの 1,2 時間の出来事だと感じていたんですけど、なんと彼は
6日間も行方不明だったんです。トラビス含め他6名の嘘発見器は1人を除いて合格だったそうです。その引っかかった1人も不合格だったわけではなく測定不能だったそうです。トラビスは尿検査もしたし心理テストも行って身体的には健康状態で何も問題がなかったんですね。そして彼は今でもアブダクション事件のことを事件当日と同じように語っていてトラウマも残っているらしいです。30年以上前の出来事を話の内容も変えずに今でも語り続けられるってかなりリアルですよね。しかも関わっているのが1人でなく7人ですからね。全員口を揃えて同じことを語る、なかなかできないことですよね。アブダクション事件のパイオニアとも呼べる他にはこんな出来事がありました。1961年ケベック州で休暇を過ごしていた夫バーニーとベッティ・ヒル夫妻にある事件が起きました。自宅へと帰宅途中車を走らせていると空に光り輝く何かを目撃しました。最初は月か通信衛星じゃないかと思っていたそうなんですけど、車でどうにか近づいて見てみると多彩な光を放ちながら飛行していく様子が見えたらしいです。さらに車を走らせ近づいてみるとその空飛ぶ物体には窓がついていてその中から10人ほどの人影が夫妻の方を見ていたそうです。一つの人影がこっちを見たままそのまま動かずよく見ておくようにというメッセージが伝わってきたそうです。そしたらその物体の底部分が開き始めたので恐れた2人は車に乗り逃げることにしました。ただ車を走らせていると後ろの方からブザー音が鳴り出して夫妻の体に異変を感じたので車を停車してみるとそこには何もありませんでした。無事家に帰ることはできたんですけど異変は続きます。家に帰ってからもなんだか変だなっていう感じなんですね。体がすごい汚染されている感覚だったり夫バーニーはなぜか自分の性器を調べずにはいられなくなったそうです。ただ調べるところ異常なし。極寒の中サッカーし終わってトイレするとき確認してみると寒すぎて行方不明なあの感覚とはまた違いますよね。彼ら温度調整が苦手なので寒すぎるとその出来事から2週間後に妻ベティはある悪夢を見ることになります。その夢というのが非常に鮮明で小さい男たちに夫妻が連れられて円盤型の乗り物の中で体中を検査され皮膚のサンプルなんかも取られたそうです。一個ちょっと意味深なシーンがあって妻ベティがリーダーと呼んでいた小さい男に彼らはどこから来たのか尋ねてみたらそのリーダーが星や惑星が記されている地図を引き出してきたんですけどベティ曰くこれは天界の地図で全く見たことのないような世界だったそうです。そのリーダー曰く地図上のどこに地球があるのかわからない限り自分たちがどこから来たか説明することは不可能だと言ったそうです。次元が違うのかそもそも地図の見方がまた違うのか。そして夫妻は宇宙船から降ろされ車に戻されたところで夢が終了するそうです。この夢を何日も見続けた妻ベティは言うんですけどこれは確実に現実で起きたことだと。警察の調べによると家までのドライブは4時間ほどあれば十分なはずなのになんと実際は7時間も時間が経っていたそうなんです。本人たちも実感はないそうなんでこれはトラビスの時と同じようにアブダクションされている時は時間の流れの感じ方が違うのかもしれないですね。そしてもう一つこんな衝撃的な事件もありました。1967年カナダ地質学者のステファン・ミハラクは趣味である鉱物収集をするためにファルコン湖に訪れました。早朝からファルコン湖で鉱床を探し始めふと空を見上げるとそこには葉巻型の形をしたものが2つ宙に浮いていたんですね。1機はしばらく停止した後飛び去ったんですけどもう1機は降りてきました。発光していた物体の特徴として直径10から12センチ高さ 2.4 メートル円形で皿型機体の上部にあるドーム状の部分はさらに90センチ高く船内からは硫黄のような匂いと空気を吸い込むような速いモーター音のような機械音も聞こえていたそうです。 UFO の扉が開いていることに気づき機体の内部からは聞き取りづらい人の話し声のようなものが聞こえて話しかけてみたんですけど反応はなかったそうです。彼は機体に触れてみたんですけど機体は回転し始めて彼に向かって激しい熱風が噴出され強く吹き飛ばされてしまいました。 UFO は上昇して光の速さで飛び去り機体から漏れていた硫黄の匂いと電子回路が燃えた時のような強い匂いが残り頭痛と吐き気が激しくなるのを感じながらもモーテルへと自力で戻りました。その後息子と会
い、一連の話を伝えると、病院へ向かい吹き飛ばされた際、腹部にあった火傷は表面的なものと診断され帰宅しましたが、数日は体調不良に陥りました。病院では放射線などの専門的検査を受けましたが、放射線反応はなく、 RCMP はカナダの警察ですね、湖の現場を捜索しに行きましたが、なんとその場所自体見つかりませんでした。後日彼が現場を見つけ、証拠となる燃えた衣類、現場の岩石や土壌サンプルを持ってきたので検査した結果、極めて放射線の高い反応が検出されたそうです。 RCMP は証拠を見つけた現場に案内するように実際に行ってみましたが、そこでは円形の岩肌の苔が剥がれている以外、新しい証拠となるものは見つけられませんでした。岩の断層からは放射線の痕跡が見つかり、その痕跡の部分のみに原子炉の廃棄物に見られる汚染物質を確認したそうです。これ普通に考えてかなりヤバい傷跡ですよね。未解決事件なので実際何があったのか真相はわからないんですけど、本人の言ってることが正しかったら本当にその UFO に吹き飛ばされたのか、こんなぶっ飛んだアブダクション事件世界中のみんな本当に体験しているのか、なんと宇宙人に誘拐されたと主張する人は今では数十万人もいるそうです。そんなん信じられねえよっていうのが大半の意見ですよね。アブダクション事件が多発したのは先ほどのベッティ夫妻の体験が世に公表されてからなんですね。さらにスティーブン・スピルバーグの映画未知との遭遇公開直後も多発して、そこからグレー星人が宇宙人として定着しました。それまではほとんど形のないような宇宙人が主流だったそうです。宇宙人系の映画やドラマが公開されたら誘拐事件が多発する現象ということは、やはり人間の意識が作り出した体験なんでしょうかね。また一種の金縛りのような体験で、潜在的に考えていることであったり見たことを夢で見て、それがあたかも本当かのように体験しているのか。またフォールスメモリーという言葉がありまして、偽りの記憶ですね。アブダクションされた人って大体みんな催眠療法とかで無理やり記憶を蘇らせますよね。そこで帳尻合わせをするために無理やり偽りの記憶を引っ張り出してそこに埋めていると。ただ空に光る星を見て UFO だと思い込んで、そこから自分自身で偽りのストーリーを作り出して、しかも当時の記憶が曖昧だからそれが本人も本当だと信じることです。盛りまくったら確かにそうなるかもしれないけど、中にはこんなちょっと変わった面白い説もあります。みんな生まれて世界を見た時に親の顔を見ますよね。その顔は頭が大きく見え、目が大きく、その当時見た印象をトラウマとして抱えてて、それこそがグレー星人なのではないかと。アブダクション体験者数百人を調査したところ、精神的に不安定な方に多い傾向だと分かったそうです。でもこれだけで片付けられる問題でもないですもんね。ちょっと違う気はします。一般的にアブダクションは繁殖機能のないサイボーググレーが行っているというのが定番ですよね。地球人のサンプルを取っていると。その真相はもちろん分かりませんが、スピリチュアル的な解釈でいくと、やはり無意識の領域で彼らと接触することで潜在的にサポートしてくれてるのか。皆さんはどう思いますか？このあまりにもリアルなアブダクション事件の数々。アブダクション事件は1950年以降20年間ぐらいめちゃくちゃ多発していて、最近ではあまり見られないと思われているんですけど、実はそんなことなく、普通に、過去のアブダクションとはちょっと違うかもしれないですけど、意識だけがアブダクトされて宇宙人に会ったとか、それは普通に夢か。現代でも普通に存在していたりするんですね。これがもちろん嘘っていう言葉で片付けたらそれはそれで終わりなんですけど、そんな簡単に片付けられないような気もします。個人的には。みんなはどう思いますかね。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。